こんにちは。ただいまは日光上人のご正統会にあたりまして、ご法前に日光上人が好まれたといいます競りをお供えいたしまして、ご法恩社得の報酬をさせていただきました。本日はその日光上人についてお話をさせていただきたいと思います。日蓮大聖人には、たくさんの直弟子がおられる中でですね、大聖人がこの6人というふうに定められた、いわばリーダー格のお弟子さんがおられたわけでありますけど、そのうちですね、他の5人のお弟子を大聖人の教えに背いたと、このように批判し、大聖人のお墓がある身延山を去られる、そういうお弟子さんがおられました。それが日光上人であります。今日はその日光上人についてですね、その他の5人のご老祖たちとですね、一体何があったのかということをですね、見ていきながら日光上人のご生涯というものを振り返ってみたいと思います。日光上人は1246年に現在の山梨県富士川市梶賀沢に生まれたと伝えられています。父親を幼い時に亡くされ、母の再婚相手のもとで育たれました。その後、現在の静岡県富士市にあった四十九院というお寺で出家し、勉学に励まれます。その四十九院で修行されていた13歳の時、近くの実相寺というお寺を訪れていた日蓮大聖人と出会われ、その時師弟の契りを交わされたと言われています。その時の日蓮大聖人は37歳、2年後に上呈される立正安国論の準備をされていたと思われます。日本の仏教の未来について熱く語る大聖人の熱量に、日光上人は圧倒されたのかもしれません。その後、立正安国論を幕府に提出された日蓮大聖人は、伊豆への流罪や刀で切りつけられるなどの迫害をたびたび受けられることになります。同じ頃、日光上人は23歳の若さで、実相寺宗と宗条という意見書を幕府に提出されています。地方寺院に派遣されてきた北条家と関係の深い住職が、寺のものを勝手に売り払ったり、遊女を寺に入れて宴会を開いているという現状を告発する書状です。このような公権力に対しても遠慮せず、道理を訴える姿というものは、日蓮大聖人の薫陶を受けられていた証でもあろうと思います。その数年後、日蓮大聖人は佐渡島へ流罪となりますが、この時、日光上人は大聖人に付き従って佐渡へ赴かれます。住むところも食べるものも与えられない極寒の流刑地、さらには大聖人の命を狙う者たちの襲撃といった極限の状況を、大聖人と日光上人の師弟で乗り越えていかれたことは、とても意味深いことだと思います。3年間の流罪を終えて帰ってこられた日蓮大聖人は、山梨県の山奥にある身延山に身を隠されます。そこで直接布教ができない大聖人に代わって、弟子たちが各地で布教に励むようになります。日光上人はこの時、ご自身が出家された四十九院の周辺、静岡県富士市近郊を布教されています。ちなみに以前に紹介した厚原法難はこの時期ここで起こった事件です。そして1282年弘安5年、日蓮大聖人が61歳で亡くなられます。この時も日光上人は大聖人のおそばに付き従ってご入滅を見届けられました。この時、日光上人は37歳。大聖人と師弟の契りを交わされてから24年の月日が経っていました。
おそらくこの時日光上人の心の中では、師弟で乗り越えられた佐渡での3年間が走馬灯のようによみがえっていたのではないかと想像します。大聖人の葬儀が終わると、直弟子たちは身延山に建てた大聖人のお墓を守るための当番を定めます。12組の当番の者が一月ずつ身延山に滞在し、毎日お墓に花とお香を供え、お経を唱えるというものです。ところが、しばらくすると日光上人以外の直弟子たちは何かと理由をつけて身延へ来なくなってしまいます。大聖人が亡くなられたことで勢いを増していた権力者らからの迫害に抵抗しながら、各地で布教の地盤固めをしている弟子たちにとって、1ヶ月間留守にするということが大きなリスクと感じられたのかもしれません。そして2年後の三回忌法要の時には、リーダー格の六老僧のうち、日光上人以外の5人は誰も身延の墓へ参ってこなかったのです。また、この頃、大聖人のお弟子たちは、日蓮の弟子と名乗るなら寺を取り壊す、と幕府から脅しを受けており、自らを天台の弟子と名乗っていました。このような状況を見て、日光上人は自分以外の老僧たちは師である大聖人を捨ててしまったと嘆かれ、彼らと距離を置くようになっていったのであります。そして放置され荒れ果ててしまった大聖人のお墓を守るため、日光上人は身延山に入られることを決意いたします。大聖人の後を継ぐ形で身延山に入られた日光上人でしたが、しばらくすると身延山の持ち主であった信徒の羽切実長との間で軋轢が生じます。熱心な信徒であったはずの羽切が大聖人の教えに背くような行動、例えば神社への参詣などを始めたからです。もともとこの羽切は日光上人を通じて信仰を始めた人でありましたので、責任を感じた日光上人は何度も大聖人の教えに従うよう説得をされたのですが、聞き入られず、日光上人は身延山を降りることを決意します。日光上人が44歳、大聖人滅後7年のことでした。身延山を降りられた日光上人は、静岡県上野に所領を持つ南條時光のもとへ身を寄せられ、そこに大石寺を創建して新たな布教の拠点とされます。さらに10年後には大石寺を日目上人に譲り、自らは近くの重須というところに学問所を建てられ、そこで後進の育成に専念されました。この日目上人との師弟関係については、以前に動画を上げていますので、ぜひご覧ください。1333年2月7日、日光上人は88歳という長い生涯を重須にて閉じられます。その時に読まれた辞世の句があります。よろずおば、捨てているにも山の葉に、月と花との残りけるかな。よろずおば、捨てているにも山の葉に、月と花との残りけるかな。すべてを捨てて太陽が沈もうとしているけれども、その夜空には月が、地には花が残っている。この句には次のような意味が込められていると思います。大聖人という太陽が沈んだ後も、自分たち弟子らが月となって日の光を反射し、花を照らしている。この場合、花とは仏となり得る性質を持つ我々衆生のことだと思います。ここで大切なことは、自分は太陽ではなく月である
というご自覚です。絶対に大聖人を超えたり、対等になるということはないのです。その日蓮大聖人の弟子としての立場を最後まで貫かれたことが日光聖人の特徴ではないかと思います。37歳で日蓮大聖人と死別された後、88歳で亡くなられるまで、実に50年以上の月日が経っていました。その間、多くの弟子を育てられ、誰もが尊敬する長老となられていたはずです。そうなると、普通であれば、つい師匠よりも自分の方が多くの弟子を育てたとか、寺を大きくしたと思い上がってしまうものです。しかし、日光聖人はそうではありませんでした。自分はあくまで日蓮大聖人の教えを守り、伝える存在に過ぎないと考えられていたのです。そこにはやはり佐渡での3年間、大聖人と師弟で苦境を乗り越えられた濃密な時間というものが大きな影響を与えていたのではないでしょうか。生死をかけた極限状態の中で、大聖人のおそばにおられた日光聖人だけが垣間見ることができた何か、大聖人の本質のようなものをご覧になられたのではないかと思います。今回は日蓮大聖人の直弟子の一人であります日光聖人についてお話をさせていただきました。今回日光聖人が他のご老僧を大聖人の教えに背いたというふうに批判されたということを申し上げましたけれども、だからといってですね、どちらかが正しくてどちらかが間違っているというふうに言うつもりはありません。大聖人の教えというものを忠実にですね守られた日光聖人、そして一方で幕府からのですね迫害がありながら、そこと何とか強調しつつというんでしょうか、うまくバランスを取りながら多くの人々に日蓮大聖人の教えを広めようとされたご老僧、それぞれの立場があるわけでありまして、そういった両方があったからこそですね、この800年後の今、私たちが南無妙法蓮華経を唱えることができているのではないかな、このように思います。ですからこの南無妙法蓮華経を後世に伝えようとされた全ての人々に感謝しつつ、ご聖人へのご法恩のお題目を挙げられたら、このように思うわけであります。最後までご清聴いただきありがとうございました。